ようこそ、こんにちは。前回のお話は CPU クーラーにつけるファンを探してたら、昔この PC で使ってたパーツが大量に出てきたもんやさかい、試しに取り付けてみたら Windows XP や7が役目を終えた時のままウプ主さんの前に姿を現したんどす。ベンチを走らせたり、調子に乗ってこれまた古いビデオカメラをつないだり、古き良き時代を思い出して大はしゃぎ。動作確認だけやったらこれで終わりどすけど、予備機とはいえこの PC にはまだまだ働いてもらわなあきまへんよってに、再生計画再開どす。ウプ主さん、その箱をなんどす？また部品どすか？クラボ買うたんやけど、今値段見たらまた値下がりしてた。気にせんでもええんとちゃいますか？非常識な転売はアホどすけど、底値ばっかり見てたら物の価値見失いますよってにな。欲しなった時が買い時どすわ。せやけど、なんでまたグラボなんか買わはったんどす？ GTX760 も大概古いけど、この世代の G オンとやったらお似合いやと思うんやけど。2つ前の動画で CPU を変えてもベンチマークの結果が変わらないのがあったよね。あれってグラボが足引っ張ってるんじゃないだろうかと思って変えてみることにした。そう言われればそんな場面もおましたかいな。そんなわけでオールド PC 再生計画オーバークロック編。ほんのちょっとやんか。そしたらウプ主さんには早回しでちゃっちゃと組み立ててもろといて、その間に今回の動画の段取り見ときましょか。クーラーにファンもつけたし、派手なオーバークロックじゃないけれど 4GHz は超えたいからね。クーラーにファンつけるだけやのに、こんだけ大騒ぎになるとは思わんかったわ。おまけに針金でくくりつけたあるし。グラボまで交換したからね。最終的にどれだけパワーアップしたか楽しみだ。結構手間かけた PC なんやし、ちゃんと使うてやらなあきまへんわな。最新の 3D ゲームは無理だけど、簡単な動画カットや日常使いならまだまだ使えるから。あとちょっとで完成や。電気つけてみよう。これこれ、観音さん丸見えやおへんか。蓋閉めたげんとあきまへんがな。ええねん。グラボのドライバー入れてちゃんと動いたらお片付けするから。ドライバーは最新のスタジオドライバー。ちょっと誤算だったのが GTX1650 の Windows XP 版のドライバーはないんだよね。そしたら XP で使うときは前の GTX760 に入れ替えなあかんちゅうことどすか。もう XP を使うことはないけれど、どうしても使うときはそういうことになるね。面倒やし、再起動ついでにオーバークロックもやってまえ。そのくせなんとかなりまへんか。前々回の動画で温度以外は大丈夫みたいだから、その設定でいくよ。じゃあシネベンチ R23 で負荷をかけてみよう。大丈夫とは思うけど CPU 温度に注目。なんとか80度台には収まってますけど、微妙どすな。もう堪忍してえな。わかったわかった。今日は部屋の温度37度超えてるし、普段やったらもうちょっと冷えますやろ。蓋閉めて、あと片付けしたらアイスクリーン食べ持って他のベンチやりましょう。やっと完成どすな。これがスペック表。オールド PC2022 年バージョンだ。この可愛らしいケースにガラクタ、土地ごて、そのまあなんやかやが詰まってますねんな。そのガラクタをオーバークロックしたデータがこれ。わずかだけど安定性優先ってことで。この時代のもんやったら 4GHz 超えてたら御の字どすわ。じゃあベンチ回してみよう。まずはシネベンチ R15 から。
オーバークロック G オンと GTX1650 のコラボやね。これだけ世代の離れたパーツの組み合わせでも動くというのがすごい。おじいちゃんの家で孫がほたえまくってる感じどすか？そうとも言えるけど、廊下が狭くて全力で走れない感じかな。どういうことどす？このマザーボード、グラボの刺さるソケットの規格が PCIe 2.0 といって、今主流の 3.0 の半分の帯域しかないんだよね。信号の通る通路が半分の速度しか出せへんちゅうことどすか？そういうこと。結果出たみたいどすけど、どうでっしゃろな。他のベンチの結果もまとめてみてみよう。 CPU は2倍やけど、ゲームは孫の力を借りてもこんなもんどすか？これでいっぱいやねん。ところで、これ作るのになんぼかかったんどす？かかった費用がこれ。グラボは最初の予定にはなかったんだけど、消費電力が低くてファンが1個の静音仕様だし、もし次に PC を作る時にも流用できそうだから無理して買った。となると CPU の性能アップにかかったのは1万円どすか。それでも現代の i3 には及ばへんし。要は何に使うかなんだよね。最新のゲームには向かないけど、普段使いならこれで十分だと思う。ほしたら何に使わはるんどす？前回の動画でも少し出てきたけれど、 DV 端子を使って古いビデオの編集と、音響のサウンドカードを使ってアナログレコードの取り込み、 PC でスクラッチノイズを取ってテープレコーダーで録音。いわゆるレガシーインターフェースを使いたいわけどすな。動画作成の補助でテロップとか資料集めとか細々した作業はいくらでもある。要はその PC に見合った仕事をさせればいいわけだ。古い PC でも使い道決めて納得づくで使わはるんやったら、それもええかもね。第一、苦労して作った PC だから簡単には捨てられないよ。それにいじっていて面白いしね。なんや本音が出たみたいどすな。うわ、バレたし。久しぶりに FF11 やってこようっと。街でちょいちょい綺麗にレストアされた古い車を見かけることがおますけど、 PC にもそういう文化ができつつあるんでっしゃろかね。ここまで見てくれはった方、ほんまに大きにどす。うぷ主さん、古い道具ネタでまた面白い動画考えたはるみたいやさかい、チャンネル登録よろしゅうおたの申します。